こんにちは、さゆりです。今回は運動について話します。皆さんは日常的に運動していますか？運動が習慣になっていますか？心と体はつながっていると思いますか？はい。運動が体にも心にもいいっていうことは、よくわかってます。多分皆さん知ってますね。運動は体にもいいし、自分のメンタルですね、精神的にも良くなるってことは分かっていると思います。で、最近読んだ本がですね、運動脳っていう本を読みました。アンデシュ・ハンセンさんというスウェーデンの精神科医の方の本ですね。とても、人気があるスマホ脳っていう本を出した方の本で、今回運動脳っていうのが出ていたので読みました。でこの本の、内容はとにかく走るとか歩くことで学力、勉強する力ですね、学力とか集中力、何か一つのことを集中してやること、集中力や記憶力、記憶力っていうのは暗記する力のことですね。単語を覚えたり、人の顔や名前を覚えたりもそうかもしれないです。とか本の内容を覚えることもそうかもしれないです。記憶力とか意欲、これはモチベーションですね。やる気ですね。とか創造性、もっとクリエイティブなこと、想像することですね。それが全部アップすると書いています。全部アップ。はい。もう一度言いますね。学力、集中力、記憶力、意欲、創造性。全部が上がる。全部アップする。って書いてます。で、有酸素運動ですね。主に歩いたり、走ったり、自転車を漕いだり、水泳をする。スイミングですね。スイミングしたりっていうのも有酸素運動、一般的に脳にいいと言われています。はい。さっきも言った通りこんなの、はい、知ってますね。でもね、めんどくさいんですよね。運動ってやる前までがね、すごく大変なんですよ。家を出る時ですらめんどくさいですよ。で、いつもその外に行く時とか運動する時、自分の中の天使と悪魔がね、戦いますね。まず悪魔の方が出てきます。いや、もう今日は疲れた。もう忙しいし、もうそんな運動にとってる時間はない。運動に使う時間はない。たった30分って分かってても、なんでこんなにめんどくさく感じるんだろう。寒いし、今日はやめておこう。今日もやめておこう。走ってもいいけど、その後洗濯するのがめんどくさいな。とか、なんか昔の怪我が痛くなってきた。怪我しちゃったことを思い出しちゃった。昔の自転車の事故を思い出しちゃったっていう感じで、いくらでもしない理由、運動しない理由っていうのは出てくるんですね。この悪魔が私の耳元で囁いてきます。今日はやめた方がいいよ。寒いし、怪我するかもしれない。みたいな感じで囁いてくるんですけど、でもそうやってモヤモヤしている時間、こうやって考えてて、どうしようかなっていう時間も正直もったいないですね。で、私のエンジェル、天使の方が出てきますね。で、天使はこうやって私に言います。やると100%気持ちよくなる。なんかドラッグのあれみたいだなですけど。で、運動すると心と体にいいのは知ってますよね。いつも運動した後気持ちが前向きになってるじゃない。運動したら
気持ちだけじゃなくて体も引き締まりますね。だからもっと自分に自信が持てるようになるよ。そうやって自分の中の天使が応援してくれます。自分に負ける時もあるし勝つ時もあります。だいたい勝ってますね。運動って最初ね、さっき言ったようにめんどくさいじゃないですか。始めるまでがめんどくさいです。で、嫌いなことを続けるためにはやっぱり環境づくりが大切だと思います。継続、続けてすることですね。継続できる仕組みが必要です。で、私みたいに気が向いたら走ろう。気が向いたら自転車に乗ろう。気が向いたら泳ごう。では、なかなか継続が難しいんですね。なかなか続けることが難しいんです。それが好きだったら大丈夫ですけど、好きじゃない、好きだけどそんなに好きじゃない場合、私みたいな場合は結構難しいです。そう、さっき言ったように環境づくりが大切だと思っています。だから運動する内容と時間と場所を決めます。はい、例えば運動は私の場合はランニングもしくはジョギングをします。で、これは例えですよ。月曜日、水曜日、金曜日の週3回、夕方5時から30分走る。このように具体的に決めます。私は外で走るのが好きなんですけど、そういう環境にない人は家のね、ランニングマシーン、トレッドミルとかで走るのも全然ありだと思います。私はそういう個人の運動が好きなんですね。ランニングとかサイクリングとかスイミングも、はい、好きです。でももしチームプレー誰かと一緒にするスポーツがあったらもっと続けやすいと思います。だってそのチームプレーだともし自分が行かないとチームの人困りますからね。だからチームプレーが好きな人、仲間と一緒に頑張るのが好きな人はそういうスポーツの方がいいのかなと思ってます。野球とかテニスとかバスケとかバレーボールとか、いろいろありますね。そういうスポーツだと結構曜日、その月火水木金土日、その曜日っていうんですけど、曜日も決まってるし時間も決まっているので続けやすいのかなと思います。はい。で、そう、最後に運動することのメリットはとっても大きいです。私が実感してるのはやっぱり気持ちの面が大きいかもしれない。うん。なんか30分走っただけでもすごく気持ちが前向きになって他のことをいろいろできるんですね。終わった後とかにすごくアイディアが湧いてきたり、これをしようとかあれをしようとか、今まで溜まってたこと、今までやりたかったけどやれなかったこととかが、何ですかね、もうエンジンがかかってる状態なのですぐに動くことができるんですよ。だからとってもおすすめです。で、ちなみに私は昨日走ったんですけど、昨日走った後すぐに本を売りました。皮肉ですよね。走った後、もうこの本は全て自分の中に取り入れた。この本のアイディアとか書いてることは自分の中にインストールできたと思ってその本をすぐに売りました。うん、はい。で、この本だけじゃなくて、この走ったことによってすぐ行動に移すことができました。はい。だからいいことがたくさんあります。皆さんも運動して心も体も健康を保てるといいですね。はい。では、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあ、またね。バイバーイ。